こんにちは、快適アートです。今回はセリアで売っているこちらの謎の水彩をレビューしていきたいと思います。こちらの水彩絵の具はネイル用の水彩として売られていました。これが絵に使えるのかどうか今回レビューしていきたいと思います。こんな感じで成分はマイカとアカシア樹脂ということで、普通のキラキラ系の水彩絵の具と同じような内容となっています。カラーのシリーズが5セットとパール系の変光色の色味の3セットを買ってきました。2色で1つのセットになっていて、中身はこんな感じですごく小さい水彩パンに入っています。爪より小さいくらいですね。普通のハーフパンと比べるとこんな感じです。高さも違うので容量としてはかなり少ないです。色の組み合わせが結構おしゃれで、あまり絵の具としては見ない色とかもあったので、そういったところの色味がどんな感じか見ていきたいと思います。すごく細かい水彩絵の具なので、今回はこちらのプラスチックのケースを使って小さなパレットを作っていきたいと思います。このケースすごいぴったり入りそうだなと思ったんですが、ギリギリ1つはみ出してしまうという結果になりました。なのでケース2つ入りでしたので、カラー系の5セットとそれからパール系の3セットを分けて入れることにしました。絵の具の置き場を決めたら両面テープで固定していきます。私いろんな画材を集めているんですが、さすがにこんなに小さいパレットって売ってないので、ちょっとミニチュアみたいな感じで可愛いなと思いました。こんな感じになりました。ハーフパンが入ったのでなんとなく入れています。それでは白と黒の画用紙に試し塗りをしていきます。まずはこちらの色がはっきりついているシリーズ。水を置いて少ししか時間経ってないんですが、すぐに溶け出す感じで柔らかい絵の具でした。思ったより隠蔽力が高くてすごくギラッとしています。あんまり顔料が入っていなかったりすると透け感があったりするのかなと思ったんですが、そんなことはなくてかなり濃厚な絵の具でした。このピンクと青のセットは一番鮮やかな色味で、発色がとても良かったです。こんな感じになりました。すごくギラッと光るので、思いのほか発色が良かったです。次はこちらの偏光パールみたいな色味を試していきます。これは正面から見るとほぼ白色みたいな感じなんですけれども、角度をつけてみると黄色と緑のセット、オレンジとピンクのセット、そして赤と青のセットになっています。こちらも結構濃厚で隠蔽力がある感じの絵の具でした。
かり方はこんな感じです。乾いてから水で溶かすテストをしてみます。水彩なのでやはり水に溶けるんですが、溶かした場合定着はどうなるのかを見ていきます。べったり塗るのも綺麗なんですけれども、うっすらと塗るのもとても綺麗に発色します。乾いてからこすってみたんですが、キラキラが取れちゃったりとかそういうことはなかったので定着はいいと思います。というわけで普通に絵にも使えそうなので、ちょっとこれで絵を描いていきたいと思います。使うのはこちらの紙、これもセリアで売っている日本の色という画用紙のセットです。名前も日本風の名前がついていて、紙は少しテクスチャがあって細かいシワシワがあります。こちらのちょっと深みのある黄色のイチョウという色と、あとは濃い方の緑のこのウグイスという色、それから最後にあるこのススタケという茶色、これらの3色の紙に描いていきます。作画にはセリアのガラスペンを使ってみます。上の段の5色を使って描いてみました。こんな感じで溶いた絵の具をつけて描いていきます。実は私セリアのガラスペンをこのために買ったと言っても過言ではないというか、キラキラ系の絵の具をガラスペンで使いたくて買ったというところがあります。キラキラした絵の具って取れなくなりがちなんですね。普通の万年筆インクだと染料系のインクなので水に溶け出しやすくて洗う時もそんなに苦労しないんですけれども、こういう顔料系の絵の具っていうような種類のものになってくると途端に取れにくいものがあるので、そういったものをあんまり使いたくないなっていうふうに思っていて、セリアのガラスペンであれば、もし詰まっちゃったとしても販売しているうちは買い直せるので、すごい気軽に絵の具で描くことを楽しめるなと思って買ってみました。これ今使っている個体はペン先が太めだなというふうに思った個体なんですけれども、こういうキラキラ水彩とかをガラスペンで使う時って太めじゃないとなかなか絵の具が落ちてこないんですね。なので太めのガラスペンを購入する方がいいと思います。購入する時のポイントなんかをちょっと自分なりに考えて動画にしてますので、そちらもよかったら見てみてください。途中でねちょっと絵の具落ちてきづらくなったりする時あるんですけど、ちょっとこう絵の具を足してあげたりとかペン先をちょっと濡らしてあげたりすると復活しました。絵の具のキラキラ感が結構強いので、こういう風に細い線にしてもこう見えやすいというか綺麗に発色しています。最後こちらの金色を使っていきます。
こんな感じになりました。色味のある紙に描いてるんですが、透けて色が見えづらくなるということもなく、やっぱりちょっと隠蔽力高めで綺麗に発色しやすいので、こういう使い方もありかなと思います。次はこの下の段の2つのセットと、あと金色のもう一つの色味を使っていきます。ピンクと青のセット、紫とオレンジのセットを使うんですが、ピンクとこのオレンジっぽい色味、これでグラデーションをしていきます。2色を置いた後、真ん中の部分を水をつけた筆でぼかします。単色でも綺麗な色なんですが、こんな風にミックスするとまた面白い色味が出てくるので、この絵はちょっとグラデーションを試してみました。次は青と紫のグラデーションを作ります。このお花はあんまり考えずに描いていたんですが、色味とか形がアジサイっぽく見えてきたので、最終的にはアジサイっていう感じで描き進めました。色が変化していっている途中みたいなグラデーションに見えます。こちらも緑の紙に描いているんですが、やっぱり発色がいいので、それほど色味が変に見えるということもなく、こういう風に使えるっていうところはいいなと思います。最後に中央に花をつけていきます。同じ金色でガラスペンを使って線を背景に追加します。雨みたいな感じで垂直な線でちょっと背景をデコレーションしていきます。こういうのも筆でやるよりやっぱガラスペンでやる方が簡単に細い線が描けていいなと思います。こんな感じになりました。グラデーションも結構綺麗ですね。最後はこちらのパール系の色味を使っていきます。これは抽象的な感じでお花をざっくり描いています。6色すべてを使って適当に色を置きながら、ちょっと花柄っぽい感じになるように描いてみました。これもところどころ混ざるところなんかを作ってみて、どうなるかなっていう風に試してみました。黄色と緑のセット、オレンジとピンクのセット、赤と青のセットになっています。全色使うとちょっとシャボン玉っぽいというか、虹色っぽい感じの光り方の絵ができます。最後に黄色っぽくなるパールの色味で蝶々を描き足していきます。こんな感じの3枚ができました。1枚ずつ見ていくと、まず最初に使ったのはこの上の段5色のこのセットとこのセットと、あとこの金色のこっち側の色、これを使って描いたのがこちらです。ガラスペンで描いているので細かい線とかにもしてみたんですけれども、絵の具の色味すごく綺麗に出ていると思います。次はこっちの下のこのセットとこのセットとこの1色の5色を使った絵です。
こんな感じでグラデーションにしてもまた綺麗な色味になっています。最後はこちらの偏光色パールみたいな色。これは背景が黒っぽい茶色に描いてるんですが、すごい虹色みたいで綺麗な発色でした。光り方もかなりカラフルなので可愛いですね。結構抽象的に描いたんですけど、絵の具のにじみというか混ざり具合だけでも十分アートな感じが出てくると思います。というわけで今回はセリアのネイル売り場に売っている謎の水彩を使ってみました。ちょっとここから番外編なんですが、最近ねセリアの動画結構多いですね。こういうのもセリアで購入した文具とか雑貨なんですけれども、7月の初めに発売した快適アートのグッズ紹介の時に小道具として使いました。快適アートの今回のグッズご購入いただいた皆様本当にありがとうございます。 Amazon のレビューも書いてくれた方がいて嬉しかったです。 X とかで届いたよっていう感想とかもらえるのもとっても嬉しいので、塗ってみたよとか飾ってみたよとか、あとは使ったよとか何でも気軽に感想いただけると嬉しいです。グッズについては概要欄などにまとめておくので、もしまだチェックしていないよっていう方いましたらそちらの方から見てみてください。そんな感じでセリアに結構足しげく通っていたので、こういう動画が多くなっているということでした。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。